平安ブラック企業紫式部が震えた宮廷女房のリアル。導入。この仕事もうやめたい。この宮地系の重さにもう耐えられぬ。心が休まる時が欲しい。この仕事もうやめたい。そう思ったことはありませんか？長い労働時間、気を使う人間関係、どこにも逃げ場がない感覚。実はこれ1000年前にも全く同じことが起きていました。その場所は平安時代の宮廷女房。あの者の振る舞い実に稀有ですわ。品がなくて活気ですわ。あの顔笑えますわね。それは最高級のブランド服を身にまとい、文学や音楽に興じる現代の女性たちが憧れる超エリート職だと思われがちです。しかしそのキラキラしたベールの裏側は現代のブラック企業も驚くほどの過酷な労働環境でした。この闇の中を一人歩むばかり。そこで苦しんでいたのがあの天才作家紫式部です。彼女の日記にもうやめたい、実家に帰りたいと嘆き続けた平安宮廷の絶望的なリアル。今回は教科書が教えない平安お仕事事情を徹底解説します。第1章、プライバシーゼロの職場。見ろ、油断は禁物だ。平安の宮廷にはプライバシーという概念がほとんどありませんでした。部屋を隔てるのは布一枚。水や気帳と呼ばれるもので外から中の様子がうっすら見えてしまいます。そのため常に誰かの視線を感じながら過ごさなければなりませんでした。さらに勤務時間も過酷です。主人が起きていれば付き添い、夜中でも呼ばれればすぐに対応する。眠る時間すら自由ではありません。内向的だった紫式部にとってこの環境はあまりにも厳しいものでした。早く、もっと早く。入廷して間もなく彼女は一度実家に戻ってしまうほど心を消耗していたのです。第2章、人間関係という見えない重圧。こんなに散らかっていては仕事がはかどらない。これでは目が回るよ。どうにかしなければ。過酷だったのは労働環境だけではありません。人間関係もまた彼女にとって大きな負担でした。宮廷では教養や家柄が重視され、自然と比較や競争が生まれます。人々の名前が遠くに聞こえる。陰口や距離感の難しさもありました。特に新入りの紫式部に対して先輩女房たちは冷酷でした。あの子、漢字が読めるのを鼻にかけてるわよ。可愛げがないわね。しかしそれは単に誰かを傷つけるためというより、それぞれが必死に自分の居場所を守ろうとしていた結果だったのかもしれません。小納言の自信やましい。負けられないわ。そんな中で真面目で内向的な紫式部はこうした陰湿ないじめや派手な同僚たちのノリにうまくなじめず孤独を感じていました。特に清少納言のように堂々と振る舞える人を見るたびに、どうしてあんな風に生きられるのだろう、そんな思いを抱えていたのかもしれません。彼女が日記に綴った言葉には、こうした抑え続けてきた職場のストレスが爆発した結果だったのかもしれません。1000年前も現代の今も職場の人間関係の悩みは変わらなかったのです。
第3章、それでも書き続けた理由。そんな日々の中で彼女にとって唯一の救いがありました。それが文章を書くことです。本来の仕事を終えた後、深夜の静かな時間、わずかな灯の中で彼女は筆を取り続けました。やがてそれが源氏物語となります。驚くべきことに、この名作源氏物語の執筆は彼女の本来の仕事ではありませんでした。彼女の本職は一条天皇の后、彰子の家庭教師であり、身の回りの世話係。物語を書く時間は日中の激務を終えた後の深夜しかありませんでした。現代で言えば12時間労働をした後に残業代も出ないのに深夜まで副業に励むようなもの。なぜそこまでして書くのか。それは理不尽な現実から逃避するため、そして物語の世界だけは私が支配できるという唯一の希望だったからです。源氏物語は人の心の奥にある感情、言葉にできない思い、それらを丁寧に描いた物語で、徐々に多くの人の心を動かしていきました。彼女にとって苦しかった現実の日々も物語の中では意味を持ち始めます。そしてそこに彼女の居場所が生まれていきました。それは逃げではなく一つの生き方でした。結び、その時間は無駄じゃない。紫式部が残した言葉からは、働きたくない、一人になりたいという現代人と同じ悲鳴が聞こえてきます。どんな時代でも働くことは簡単ではありません。疲れることもありますし、逃げたくなることもあります。それでも紫式部はその日々の中で自分の言葉を残しました。この名作が生まれたのは輝かしい才能があったからだけではありません。日々の泥臭い労働に耐え、理不尽な人間関係に悩み抜いた働く女性の執念があったからこそなんです。今日仕事で疲れ果てたあなたへ、今あなたが感じていることもきっと無駄ではありません。1000年前の紫式部もあなたと同じように戦っていました。その孤独と疲れはいつかあなただけの物語になるはずです。それはまだ形になっていないだけ、いつかあなた自身の物語になるはずです。無理に強がらなくてもいい。ただ少しだけ自分の気持ちを大切にしてあげてください。紫式部もきっと空の上であなたを応援しています。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。